じめまして、今田です。絵を描いたりゲームをするのが好きな一般オタクです。昨年から始めたデスク作りが一旦一段落を迎えたので、このタイミングでデスクツアー動画を撮ろうと思いました。配線の整理とデスク上のスッキリさ、機能性にこだわったデスクです。少し長くなってしまうかもしれませんが、よかったら最後までお付き合いください。紹介の順番は最初はデスクと椅子についての説明、次にデスク上のものについて、その次に天板裏や配線関係、最後にデスクの周囲に置いてあるものの順で紹介していきます。それではよろしくお願いします。まずはデスクの構成から。デスクは自動昇降デスク足フレキシスポット E7 Pro に IKEA のカールビーの天板を組み合わせて自作しています。天板の大きさはだいたい 186cm×65cm です。実際のところ立って作業をすることはあまりないのですが、デスクの高さを自分の体格に合わせて調整できるので、これだけで買った価値があります。高価な椅子にこだわるよりもデスクの高さを自分に合わせる方が手っ取り早く姿勢を改善できる気がしています。あと、天板裏をいじったり配線を整理するときに高さを上げると作業がしやすくなります。電動昇降デスクの購入を予定している方に一つ注意しておくと、このデスクとっても重いです。デスク足部分だけで 36kg、天板は自分が使っているものは 30kg あります。合計 66kg です。普通、電動昇降デスクは裏返した状態で組み立てて最後にひっくり返して完成となるのですが、これを一人で行うのはまず無理です。電動昇降デスクの組み立ては危険なので必ず複数人で行いましょう。また、この重量なので足部分にキャスターなどの重みが集中するパーツを取り付ける場合は床にダメージが出る場合があります。何かしら床を保護する仕組みを使うことをお勧めします。自分は部屋全体にフロアタイルを敷いています。椅子はハーマンミラーのアーロンチェア A サイズを使っています。しっかりとしたオフィスチェアが欲しくていろんな椅子を試してみたところ、最も体に合ったのでこれに決めました。座り心地については最高で全く不満はありません。自分はアーロンチェアの小文堂というお店でアーロンチェアを購入しました。サポートが手厚くて納期と価格のバランスが優れていたのでこのお店に決めました。公式サイトでの購入だと学割が使えます。学生の方は結構安くなるかもしれません。小文堂さんに限らずこういったキャンペーンを開催しているお店は他にもあると思います。検索結果から製品価格の比較をしているだけではキャンペーンを適用した実質価格がわからないので、高級なオフィスチェアを購入する際は一度いろんな販売サイトに目を通してみるのがいいと思います。次はデスク上の紹介です。まずはモニターから。メインのモニターはデルの G32239 IPS 液晶 4K32 インチリフレッシュレート 144Hz のゲーミングモニターです。確か7万円ぐらいで購入しました。4K32 インチのモニターにしてはなかなかリーズナブルだと思います。発色が良く残像感はなくて全体的に不満なところは少ないです。USB ハブの機能がついているのですが端子の位置が悪いのは残念です。裏面についていれば完璧でした。デルのモニターはメーカー公式サイトで直販されていて Amazon などのセール価格と変わらないことがあります。また公式サイトでは学割が適用できるので学生の方はお得に買えることがあります。学生でデルのモニターの購入を検討している方は Amazon や他の通販サイトだけでなく一度デルの直販サイトに目を通してみてください。サブモニターは LG のデュアルアップモニターを使っています。WQHD27 インチモニター2枚分の真四角に近いモニターです。サブモニターを探している時にこれを見つけて一目惚れして購入しました。この形が実際に何か作業効率アップに貢献したかと聞かれると微妙なところなんですけど、エンタメ用途ではかなりいい感じに使えています。Discord のチャットを一覧できて YouTube ライブのチャットなんか激長になって楽しいです。またなんだかんだ言ってウィンドウを複数並べられるのは便利です。メインモニターでゲームをしながらこっちのモニターでは YouTube と攻略メモ、あと Discord のチャット欄を同時に見るなんてこともできます。24インチから27インチのモニターを2台縦に並べるのであればデュアルアップモニターを使う方がデスクがスマートになりそうだなと思います。モニターアームや配線がモニター1台分で済むのでデスクがスッキリします。このモニターには USB ハブの機能もついていて、自分はここに Bluetooth レシーバーやマウスのレシーバーなどをまとめています。これらのレシーバーはデバイスから離れたり、間に金属が多く挟まると反応が悪くなってしまうので、手元に近くて邪魔にならないモニター裏にまとめています。モニターライトはメインモニターにベンキューのスクリーンバーハローを使っています。以前は5000円くらいのモニターライトを使っていて、モニターライトなんて5000円で十分やろうと思っていました。ところがサブモニターを購入した際に同じモニターライトを追加で購入したところパーツが壊れている初期不良品だったのでやっぱり安かろう悪かろうなんだなぁと思ってスクリーンバーハローを購入しました。使ってみた感想としては当然ですが5000円のものよりこちらの方が断然良かったです。
見た目のかっこよさ、光の自然さ、どれをとってもこちらの方が上でした。バックライトがあるのも目に優しくていいです。スクリーンバーハロにはリモコンがついているのですが、これは全く使っていません。自分の環境では光量や色を調節することがほぼないからです。また、このリモコンはタッチ操作式であり、操作感があまり良くありません。操作する際にリモコンを見る必要があるのが面倒です。結果的にリモコンは一切使わず、電源にスマートコンセントを使って、アレクサを経由して電源のオンオフをできるようにしています。サブモニターは高さがあってモニターライトの光源が見えてしまって眩しいのでモニターライトは使っていません。メインモニターの裏はベサ拡張プレートなどを使ってカスタマイズしています。長尾製作所の N ブロスでベサ穴を拡張したところにスターテックの CPU ホルダーを取り付けて、そこに U グリーンの 100W 充電器を設置しています。この充電器から充電ケーブルを生やしてマグネットクリップでモニターアームの天板保護プレートに固定しています。この方法だとケーブルを使いたい時だけ取り出すことができ、普段の生活では全く邪魔になりません。見栄えもいいです。PC から Type-C ケーブルを伸ばしてタブレットとデータのやり取りができるようにしています。ベサ拡張プレートを使ってもっと機能を増やすことはできるのですが、これ以上は重みが増して危ない気がするので、一旦ここで止めています。サブモニターの裏もメインモニターと同様にベサ拡張プレートでカスタマイズしています。メインモニターではスターテックの CPU ホルダーに充電器を設置していましたが、サブモニターではモニターの電源 AC アダプターを固定しています。LG のモニターはモニターに電源が内蔵されておらず、外付けの AC アダプターが邪魔になり、配線が煩雑になることが多いのですが、この方法でモニター裏に固定することで配線をきれいに済ませられます。AC アダプターを固定して AC アダプターにつなぐメガネケーブルやミッキーケーブルを長いものに交換したり、延長ケーブルで延長すれば普通のケーブルと同様の間隔で配線ができます。このスターテックの CPU ホルダーは AC アダプターのサイズが小さければこちらのような HDD ホルダーでも代用できます。自分はこの HDD ホルダーにマグネット式 USB ハブをくっつけています。モニターアームにモニターを取り付ける際にはエルゴトロンのクイックリリースプレートを使用しています。これを使うとモニターの着脱の際にネジの取り外しをする必要がなくなります。ベサ拡張プレートを使ってモニター裏をカスタマイズするときは、まずモニターアームにベサ拡張プレートを取り付けて、その上にクイックリリースプレートを取り付ける。モニターアームとクイックリリースプレートでベサ拡張プレートを挟む感じです。こんな風にすると、ベサ拡張プレートを使ってもモニターの取り扱いがかなり楽になります。30インチ超えのモニターでベサ拡張プレートを使うと、重量とサイズ的に取り付けが不可能に近くなってくるので、ぜひこのクイックリリースプレートを使ってみてほしいです。モニターアームはメインモニターとサブモニターの両方にエルゴトロン LX マットブラックを使っています。なんだかんだ言ってこれが一番いいです。保証が長くて品質も良くコスパ最高です。引っ越しの際にパーツを紛失してしまい、サポートに泣きついたところ、爆速でパーツを送ってくれました。その説は本当にありがとうございました。Amazon Basic の OEM 品だと保証期間がかなり短くなるので、数千円の差であればエルゴトロン公式のものを買うべきだと思います。ガチで10年使えます。モニターアームと机の間には天板保護の鉄板を挟んでいます。このプレート、モニターアームを使いたいなら必須です。これがないと確実に机の天板を傷めます。天板を傷めるだけならいいのですが、天板がへこんでモニターアームも傾いてきます。危ないです。特にポールからモニターを離して使いたい人、30インチ以上の重量があるモニターを使う人は絶対に保護プレートを使ってください。高級な天板が傷つくと結構ダメージが大きいですよ。次はオーディオインターフェースです。オーディオインターフェースはローランドのブリッジキャストを使っています。このブリッジキャスト、ストリーマー向けという触れ込みで売り出されていますが、実際に使ってみるとゆるーくカジュアルにゲームをする人に向いているなと思いました。この4つのダイヤルを使ってアプリケーションごとに機能を割り振ることができます。自分は左から順に自分のマイクの音量、ブラウザの音量、ボイスチャットの音量、ゲームの音量と割り振っています。PC に触れることなく各アプリの音量を操作できるのがとても便利です。ゲームをフルウィンドウでプレイしているときも直感的に音量を操作できます。友達と通話しながらゲームをしたり、YouTube を流しながらダラダラレベリングをするのがはかどります。下のボタンにミュートなどの機能を割り振ることもできます。音声の出力端子が2系統あって、イヤホンとスピーカーの両方から音を流せます。2系統どちらも音量操作ダイヤルがあるので、切り替えは簡単です。入出力の端子が全て筐体背面についていて、配線がとても綺麗になるのはポイントが高いです。操作できる部分は全て筐体上面にあり操作しやすいです。専用ソフトウェアには聞こえてくる音声の音質を調整するイコライザー機能、自分のマイク音声のノイズなどを調整する機能もあります。このあたりはゲームに音質を求める人、例えば FPS で敵の足音をはっきり聞き分けた人には少し不満が残る性能かもしれません。ブリッジキャストが悪いというよりも、もっといい音質のものは他にもありそうという意味合いです。自分はそういったゲームはしないので気にしていないです。マイクエフェクトやボイチェン機能もついていますが、使ったことはありません。
ブリッジキャストにはながらゲームをするための機能が揃っていて、カジュアルなゲーマーにとてもおすすめだと思います。ブリッジキャストを置いている台は格安モニターアームとシルバーストーンの別拡張プレートで自作しました。モニターアームに別拡張プレートを付けただけの簡単設計です。使いたい時に使いたい角度に手元に近づけることができて、使わない時は机の端に収納できます。金属なのでイヤホンをまとめるマグネットクリップが付くのが地味にいいところです。デスクシェルフを使えばいいじゃんと思う方もいるかもしれませんが、自分は絵を描くときに机の上に資料を広げたいので、スペースを取ってしまうデスクシェルフは使えません。デスクシェルフを使うと、デスクシェルフの高さよりモニターが上に来ることになります。そうすると、モニターが自分に適切な位置より高くなってしまう場合があって、自分にはそれが合いませんでした。モニターアームを使って浮かせたいものだけ浮かせるのが自分には合っていました。人によってはデスクシェルフは使わない方が快適かもしれません。イヤホンは手話の SE215 を使っています。マイクは手話の SM7B、ストリーマーに定番のマイクです。ちょっといいマイクを使いたくなって奮発して購入しました。マイクは本来は湿気対策などをする必要がある精密機械で、デスクの上に置きっぱなしにしていていいものではありません。つまり僕たちは普段良くない使い方をしているわけです。SM7B はだいたい5万円くらいで、もし万が一そういった使い方でぶっ壊れてしまったとしても、自分の中ではギリギリ立ち直れる価格帯だと思っています。ノイマンのマイクとかもいつか使ってみたいけど、今の消耗品のようなノリで使えるものではないですね。余談ですが、自分はかつてマイクなんて安物でいいだろうと思っていました。そのことをゲーマーの後輩に話したところ、品質のいいマイクを使ってノイズのないクリアな声を相手に伝えるのは、オンラインでゲームをする上での最低限の礼儀ですよ、と返されました。土星論で返す言葉もございません。マイクなんて適当でいいと思っている方がいたら、一度自分の声がどんな風に相手に届いているのか考えてみてください。もしかしたらゲームフレンドやボイスチャットの相手が不快な思いをしているかもしれません。マイクアームは L 型のロープロファイルマイクアームを使っています。上から伸ばして吊るすタイプのマイクアームはマイクが視界に入って邪魔になるので、こちらのロープロファイルのものを使っています。使わないときはデスクの隅に収納できます。アーム内部が空洞でマイクケーブルを収納できます。金属製で鈍い重厚感があってかっこいいです。同じような仕組みで安価なものが他メーカーから出ていますが、それらはプラスチックでできているみたいなので、個人的には L 型の方が好みです。品質がとても良くて壊れそうな気配はありません。次はスピーカーです。スピーカーはプレソナスエリス E3.5 を使っています。スピーカーの音質に特にこだわりはなくて、そこそこいい音が聞きさえすればいいと思っていたので、安価で評価がいいこちらを選びました。スピーカーをデスクの上に置くとスペースを取ってかなり邪魔になるので、参考性の長めのモニターアームポールを使って高いところに逃がしています。スピーカーを置く台はホームセンターで購入した木材と金具で自作しました。モニターアームのベサキ角穴を使って木材に固定して、スピーカーが落ちないように周囲を金具で囲っています。一応木材とスピーカーを両面テープでやんわりと固定しています。その上でスピーカーと木材をマジックテープバンドで固定しています。これを作ってから地震が何度かあったのですが、びくともしなかったので、耐久面については安心できると思います。最初は木材をデスク天板と合わせたように塗装しようと思っていたのですが、めんどくさくなったのでやってません。この方法でスピーカーを設置する際は、スピーカーケーブルなどが使えて、左右のスピーカーをつなぐケーブルの長さを変えられるものじゃないとダメなことに注意です。ベサマウントに対応しているスピーカーもあるみたいなので、機会があればそれを使ってみたいなと思っています。スピーカーをつけているポールのうち、右のポールにはマグセーフ式スマホ充電スタンドと iPad Pro を設置しています。スマホ充電スタンドはカメラアームと車載用マグセーフチャージャーを組み合わせて自作しました。ほとんどの車載用充電器には 17mm のボールジョイント用の穴が開いているので、 17mm ボールジョイントを押す4分の1インチネジメスのコネクトを使えば簡単に4分の1インチネジ付きカメラアームと連結できます。この時 L 字変換プラグを使うと見栄えが良くなります。発熱がすごいので裏面にヒートシンクを貼っています。効果があるのかどうかは分かりません。スマホは Pixel 8a を使っていて、トラスのケースでマグセーフ充電に対応させています。iPad Pro は2022年モデル11インチです。エルゴトロン LX のアームにマグフロというベサマウント式プレートを使って設置しています。モニターアームに沿わせて充電ケーブルを伸ばしています。自分はこの iPad と Apple Pencil を使って普段絵を描いています。今の部屋に引っ越す前は大きな液タブで絵を描いていたのですが、液タブが机の上のスペースを占領して邪魔だったこと、iPad の書き心地が想像以上に良かったことから iPad に移行しました。ただ、画面の大きさにある UI の制約だったり、性能の都合上、漫画を描いたり、レイヤーの加工など、向かない用途がいくつかあります。そのため、いつか液タブで絵を描ける環境を構築したいと思っています。その時は多分、液タブ用にデスクをもう一つ組むことになりそうです。
センスラボの液タブを使ってみたいと思っています。絵を描かないときは iPad はスマートホーム機器の操作パネルとして使っています。画面が大きくて見やすいです。なお、スマホ充電スタンドと iPad 充電ケーブルの両方とも過充電や発熱が少し怖いので、スマートコンセントを使って電源管理をしています。充電したい時だけつける感じです。ポールにはもう一つモニターアームを使って L 型のキーライトミニを設置しています。この照明はデスクライトとして使っています。Wi-Fi を使って PC から操作できます。iPad からも操作できます。この照明もスマートコンセントを使って電源管理をしています。モニターライトの電源と連動していて、一括でデスクの照明を切れるようになっています。目に見えるケーブルはなるべくこちらのケーブルスリーブを使ってまとめています。ケーブルスリーブを使いたくないときは、この結束バンドを使って軽くまとめています。ポールにケーブルを固定する際は、スピーカーの時にも使ったこちらの面ファスナーのマジックテープを使っています。このマジックテープ、太さがあって長さを自由に決められてとても便利です。複数使った時に統一感があって見栄えはそこまで悪くありません。金属部分に細いケーブルを固定したいときはマグネットクリップを使っています。この4つのアイテムは配線整理にとても役立ちます。マウスはロジクールの MXL5 を使っています。トラックボールの中では高級品です。エルゴノミクス構造によって手が全然疲れません。かなりお気に入りのマウスです。ロジクールの現行無線規格に対応してないこと、充電端子がマイクロ USB のことだけが不満点です。充電が面倒なので、充電端子には U グリーンの Type-C 変換コネクタを常時付けています。もう一つ、同じロジクールの MX Master 3S も持っているんですけど、こっちは自分には使いづらかったです。側面のショートカットキーが押しづらくて、側面ホイールの感覚が微妙でした。キーボードは HHKB プロフェッショナルハイブリッドを使用しています。打鍵音がうるさくなくて、タッチ感が良くてとても気に入っています。昔自分はキーボードはカチカチ音が鳴る方が優れていると思っていましたが、そのことをプログラマーの友人に話したところ、いやー、うるさいのはダメでしょう。と返されて目が覚めました。静かな方が集中できるし、周りに迷惑をかけなくていいと思います。ショートカットなどでよく使うキーだけキーキャップを変えています。なんとなくおしゃれでかっこいいです。デスクマット兼マウスパッドはスティールシリーズのなんかでかいやつを使っています。レザーやフェルト地のデスクマットがあまり好みじゃなくて、布っぽい手触りのものを使いたく、大きめのマウスパッドを探していたらこれに行き着きました。使い心地について特に不満はありません。シミが目立ちやすいのがちょっと残念かなと思います。マウスやキーボードにも言えることですが、自分はマウスとキーボードで精密な操作をするゲームはあまりしないので、ゲーム面の性能はあまり気にしていません。ここからは小物類。時計は Amazon エコーショー5を使っています。このデスクと部屋はいろんなものをスマート化していて、それを動かすためのものです。時計とスマートフォーム以外の機能はほとんど使っていません。サブモニターの裏に Xbox Elite ワイヤレスコントローラー2を隠しています。いわゆるエリコン2です。天板裏に隠している USB ハブを通じて PC とペアリング、充電をしています。エリコン2のケースは充電機能があるのですが、充電器だけをケースから外せるのを知っていましたが、マグネットになっていて結構便利です。机の片隅には寿屋のハンドモデルを置いています。手を描く時の資料です。自分の手は写真で撮りづらい角度があり、3D モデルは操作するのが面倒で造形が微妙なので実物のモデルを購入しました。クラウドファンディングで申し込んだものが先日届きました。稼働の仕方が本物の手みたいでとてもかっこいいです。今後カメラアーム用のアタッチメントが販売されるみたいなので、それを使ってポールに設置して浮かせたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こちらのタブレットはヘッドオルフ FPAD5 という2万円程度の Android タブレットです。8インチの手頃な画面サイズ、フル HD プラスの実用に頼る画質、動画とブラウジングはサクサクこなせてゲームを動かない程度のスペックです。このタブレットの主な使用用途は、アダルトなコンテンツの閲覧です。マイクロ SD カードを使って最大 2TB まで容量を拡張できます。これだけあれば DL サイトで購入したハードディスクにローカル保存されているコンテンツを全部タブレットに入れることができます。画面が大きいのでスマホよりもファイルの閲覧性が高く、音声作品のプレイリストが組みやすいです。漫画を読むのも快適です。ナノ SIM スロットがあって SMS の受信ができます。POVO 2.0 などの格安 SIM カードを入れて、その電話番号を決済サービスに登録しておけば、DL サイトで買い物をするときに決済サービスの SMS 認証をこの端末だけで済ませられます。SMS を見るためにスマホを見る必要はありません。作品を探すところから決済までを止まることなく行えて地味に便利です。なお、この端末に SIM カードを入れなくても、使っているスマホが Android であれば、Google メッセージアプリの連携機能を使って、スマホで受信したメッセージをタブレットからでも確認できます。
PC からも確認できます。これなかなか知られていない便利な機能だと思います。先日したモニター裏の Type-C ケーブルを使って充電をしたり PC とのデータのやり取りをしています。ホームネットワークでデータを共有することもできるのですが、物が物なのであまりやりたくはないです。裏面にはマグセーフリングとモフトのマグセーフスマホスタンドをつけて自立するようにしています。8インチの小型サイズだからスマホ用のグッズが付けられるのがいいところです。一応絵を描く時の資料表示用にも使っています。FPAD5 はエッチなコンテンツライフを快適に過ごすにはかなりコスパのいいものだと思います。スマホのような外に持ち歩く端末でエッチなコンテンツを閲覧するのは危険です。男ならセキュリティ意識を持ってエッチなコンテンツ用のデバイスを一つ持っておくのがいいと思います。このタブレット専用に BOSE のノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン BOSE Quiet Comfort Ultra Earbuds を使っています。これ本当にノイキャン性能が高くておすすめです。音声作品を聞くとき以外に雑音をシャットアウトして集中したいときにも使っています。普段外に持ち歩いているのはこれの1世代前のモデルです。外出用の方は専用ケースを使ってワイヤレス充電に対応させています。アンカーのワイヤレス充電パッドを玄関に置いて帰宅したら即充電できるようにしています。これがとても便利なので、いつか部屋で使う方にも専用ケースを使ってワイヤレス充電を導入したいと思っています。デスク裏配線周りの紹介に移ります。ケーブルは基本的に全てこのレールに収納しています。これ実はサーバーラック用のケーブルダクトです。スターテックから販売されている 90cm の金属製ケーブルダクトを2本使っています。このケーブルダクトにはサーバーラックに固定するための M5 ネジ穴が開いていて、そのネジ穴をこちらのクランプの穴に固定しています。クランプに開いている穴は M8 サイズなので M5 ネジと面積が広いバッシャーとナットを使ってがっちりと固定しています。ケーブルダクトが少し重めなのでダクト1本につきクランプを3つ使っています。もう少し連結を補強するべきな気がしますが、1年ほど使っていて今のところ問題は起きていません。金属製なのでマグネット式電源タップがくっつきます。肝心の使い心地は見栄えが良く、配線の収納性はあるのですが、ケーブルの取り回しのしやすさは微妙です。一度設置したらダクトの蓋を開けるのは難しく、この穴からケーブルを通したり触れる必要があります。あと、上面に穴が開いている構造上、埃が溜まりやすい気がします。僕がこのケーブルダクトを配線整理の方法として選んだ理由は、これしか選択肢がなかったからです。一般に販売されているケーブルネットなどは、デスク足と干渉してしまい、取り付けられませんでした。それに見栄えがあまり好みじゃなかったです。また、自分のようなデバイスの配置だと、配線がデスクを横断することになります。その配線を隠すには 180cm のケーブル隠しグッズが必要です。そんなものは売っていません。そこで目をつけたのが1つ 90cm、2つで 180cm のこのケーブルダクトだったわけです。少し取り回しは悪いですが、配線収納としての機能性はかなり高く、何より武骨でかっこいいので、個人的にはとても満足しています。電源タップは3話サプライのものとエレコムのものを使っています。電源タップを選ぶときの注意点は、なるべく極性付きのものを選ぶことです。最近のスマートプラグは日本の安全規格に対応するため、極性付き、簡単に言うと左右非対称のプラグとなっています。このプラグ、極性対応の同じじゃないと入りません。スマートプラグを使いたくなった時に電源タップを買い替えるのは結構無駄なので、最初から極性対応電源タップを選ぶのがいいと思います。おすすめはこの3話サプライの電源タップです。差し込み口が10個あって、それぞれの間隔がそこそこ広く、2面に端子が分かれているので使いやすいです。マグネットもついています。コンセントは L 字変換プラグを使ってなるべく配線が目立たないようにしています。右手元のあたりに FiiO K7 という USB ラック内蔵ヘッドホンアンプを取り付けています。これは動画編集などをする際に音をクリアに聞くために使用しています。先ほどご紹介したブリッジキャストは普段使いには全く問題のない性能なのですが、若干の残留ノイズがあり、静かな環境で動画の音声に乗ったノイズを判別するような目的にはあまり向いていません。なので動画編集用に別途このヘッドホンアンプを使っています。ホルダーはホームセンターで購入した木材と金具を組み合わせて作りました。そのホルダーをケーブルダクトの時にも使ったクランプで机に固定しています。こちらのヘッドホンアンプには手話の SE425 をつなげています。間接照明としてフィリップスのリボンライトを使っています。デスク足の金属部分に沿わせてマグネットクリップで固定しています。デスクに金属の部分があるなら両面テープで貼り付けたり、ケーブルモールに収納するよりもこっちの方が楽だと思います。天板裏にはエネループの充電ドックと充電池を貼り付けています。HHKB の電池交換を楽にするためにここに収納しています。充電時のクロック音がうるさいので、スマートプラグで電源を管理して充電したい時以外は電源をオフにしています。最後はデスク以外のものの紹介です。PC は自作 PC です。
年くらい前に組みました。ざっくりとしたスペックは CPU は Core i7-12700K、グラフィックボードは RTX3080、メモリは 64GB、ストレージは 500GB の M.2 SSD、2TB の SSD、6TB の HDD、4TB の HDD です。いろいろとデータを保存したいのでこんな感じになっています。メンテナンスの簡単さや故障のリスクを考慮して空冷の PC を使いたくて、当時空冷でも冷やしきれる、空冷でも爆熱にならない程度のスペックのパーツを選びました。L 型の内蔵型 4K キャプチャーボードを取り付けてゲーム画面をキャプチャーしています。キャプチャーボードはゲーム画面のキャプチャーだけでなく、ゲーム音を取り込めるのもいいところだと思います。PC につないだイヤホンでゲームの音が聞けるのは楽でいいです。10GB の LAN カードを取り付けて 10GB の通信に対応させています。Steam のゲームのダウンロードが爆速です。この速度は日常生活では完全に無駄ですが、謎の全能感が生まれて多分健康にいいです。PC ケースはフラクタルデザインリファイン7を使っています。駆動音が漏れないケースを探していたところ、これにたどり着きました。全体的に分厚い金属素材でできていて、確かに音はあまり漏れてきません。ただ、金属なので死ぬほど重いです。重いと PC の移動が難しくなり、PC のメンテナンス性が下がります。これは明確な欠点です。ケースの重さは購入時に見落としがちなポイントだと思うので注意してください。PC からの配線をまとめてデスクに取り付けたケーブルダクトに向かわせることで配線をスマートに見せています。配線をまとめているのは先ほどご紹介したケーブルスリーブです。PC ラックはバウヒュッテのものを使っています。ホコリを対策したいのと PC ケースが死ぬほど重く、可動式の棚でないと PC を満足に移動できず、メンテナンスができないので PC ラックを使っています。天板がダサいので、いつかデスクと合わせた質感なものに取り替えたいと思っています。上には資料の本が雑多に積み上がっています。側面にはよく使う文房具や工具をマグネットで収納しています。最後にゲーム機関連です。ゲーム機は山崎実業タワーのゲーム機収納ラックに全て収納しています。と言っても、スイッチと PS5 の2台しかゲーム機が使っていません。この収納棚のいいところは死ぬほど邪魔な PS5 を収納できるところです。PS5 って本当に邪魔で、どこに置いても邪魔です。天板裏にマウントする裏技も試しましたが、それでも邪魔でした。変なスタンドがないと自立しないのってどうかしてると思います。この山崎実業のタワーはそんな PS5 を収納できるスタイリッシュな収納棚です。金属でできていて、マグネットを使って有線 LAN のハブだったりをいろいろくっつけています。スイッチと PS5 は HDMI 切り替え機につないで PC 内蔵のキャプチャーボードにつないでいます。他の部屋から LAN ケーブルを伸ばして PC につなぐ都合上、必ず LAN ケーブルを1本床に這わせる必要があり、その LAN ケーブルに PC に向かう HDMI ケーブルをまとめています。配線のテクニックとしてデスクに向かうケーブルのスタートラインをなるべく一つにまとめて、分岐はデスク上、ケーブルの終端で行うというものがあります。例を挙げると、電源タップが机の足につけるより天板裏に固定した方がよりスッキリするといった感じです。自分はこの理論にのっとってデスクに向かうケーブルは必要最低限にしています。デスク下からデスクに向かうケーブルはデスク左にコンセントからスタートする電源タップのケーブルが1本、デスク右から PC からのケーブルが1本と計2本のケーブルだけです。PC を経由せずゲームラックから PC モニターに直接ケーブルを伸ばすとデスクに向かうケーブルがここからさらに1本増えてしまいます。昇降デスクでは昇降分のケーブルの長さを考慮する必要があるので、ケーブルが増えるのは1本でもかなり億劫です。そうならないためにゲームからの映像出力は一旦 PC にまとめています。このことを意識するだけで配線が綺麗になるので、ぜひ試してみてください。収納ラックの中にはゲーム機のコントローラーも収納しています。PC もゲーム機もコントローラー類も基本的に視界に入ると邪魔なので、ディスプレイはせず、なるべく隠すようにしています。ここまでいろいろな配線を紹介してきましたが、映像出力や USB ケーブルは基本的に U グリーンのナイロン編みケーブルを使っています。頑丈で柔軟性があって、使い心地の割に安価でコストパフォーマンスがとてもいいです。LAN ケーブルは基本的に3話サプライの細いメッシュケーブルを使っています。収納ラックの側面に取り付けているのは、利根のマグネットスプレーホルダーと山崎実業のマグネットティッシュケースです。利根のスプレーホルダーは底面に穴が開いていて、ここにドライバーなどを引っ掛けておくことができます。マグネットが強力でいろんなものを収納しておけるので結構便利です。見た目もそこまで悪くないです。フットレストにはエルゴフォームのものを使っています。これと昇降デスクを使うと机の高さ、足の設置位置が自分に合ったものになってかなり姿勢が楽になります。実際に使ってみるまでそのありがたみが分かっていませんでしたが、使ってみるともうこれなしには戻れないと感じています。布素材でホコリがかなりつきやすいことには注意です。
デスクツアーは以上となります。デスク周りのものを全て紹介していたら長くなってしまいました。振り返ってみると、オタクっぽい要素が絵を描いていることと、同人音声を聞くためのタブレットしかありませんでした。気持ち悪いですね。今はアニメはあまり見なくなったし、ソーシャルゲームもしなくなってしまいました。フィギュアやグッズは何かの拍子で倒れるのが嫌で、机の上には置きたくありません。この動画の内容が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどをしていただけるととても励みになります。次の動画も見ていただければ嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。